境バックパックレコード。どうもケンです。僕は今韓国のソウルに来ています。今回は韓国にある月の村と言われるところに行こうと思います。そこは昔は低所得者の方たちが住んでいた、いわばスラムに近いような場所だったんですけど、とあることをきっかけに、そこがものすごく美化されて生まれ変わったと言われているそうです。すごく気になるんで行ってみます。ただその前にちょっと行きたいところがありまして、そこに行ってから向かおうというふうに思います。さあやってきたのがこちら、韓国の観光名所として、一番知られている場所ですね。これが日本史で習った李承信です。秀吉の日本水軍に大勝して、今は韓国の国家第一の英雄とされている人物です。この像がセジョン大王っていうハングル文字の生みの親です。いよいよ光化門の方に行きます。今日は天気がすごい良くて、遮るものも何一つないからすっごい暑い。ここはこの先に続くキョンボックンへの正門として設けられたものです。正門すごいな。わ、広っ。すんげえやこれは。何より面白いのが、あそこはソウルの超中心部の大都会で、それと併存する形でこの歴史遺産があるっていう。東京でいうと丸の内のコンクリートジャングルの中に急に清水寺があるみたいな、例え合ってんのかよく分かんないけど、そういうイメージ。これがかつて朝鮮王朝時代は王宮の中心建築だったものです。ここは戦争とか占領で何度も壊されて復元され続けてきた宮殿なんですけど、例えば日本統治期には総督府の庁舎が建てられて、権力の象徴が塗り替えられてしまうこともありました。でもその後韓国の独立とともに復元が進められて、今では韓国の方たちにとってその失われた誇りを取り戻す場所としてここに存在しています。そしたら今回の本題であるかつて月の村と言われた場所に向かいます。月の村にはバスで向かいます。この前作ったこのワオパスっていうこっちのスイカみたいなやつで向かいます。あ、ちょうど来た。카드를 다시 대주세요. 하차입니다. 하차입니다. ここからは歩いてその場所に向かうんですけど、今のところそんな元スラム街が近くにあったとは思えないぐらい発展してる街なんだよな。こういう街の中に普通にモデルガンの射撃場があって、ミョンドンの方にも実弾射撃場があるんですよ。そういうところがいかにも徴兵性がある国らしいですね。これ日本語訳してみたら、すがすがしく連射銃、とにかくすがすがしいらしいです。豚天丼食堂、何が出てくるんでしょうか。普通にカツの店っぽいね。まあまあの坂道を登っていきます。第3トンネルといい、この坂といい、今日はとにかく坂を登る日だ。足パンパンになるな。傾斜すごくない？だってこれ伝わらないよな。これ傾斜すごいんだよ。あんまり経験ない傾斜だわ。
うわ、だってほら、見てよこれ。すっごい上まで上がってきてるわ。少しずつその片鱗が姿を現してきました。先を急ごう。これもそうだね。ニーハオって書いてある。あ、ちゃんと日本語もある。マップ上はここからが一応その元スラム街のような場所だったところになります。この辺りの家はこういうアートがたくさん施されてます。ちょっとミュシャっぽいな。アール・ヌーボー味を感じる。アスペクト比がおかしいな。これよく見るとさ、立体なんだよね。ここから見ると一枚の絵に見えるんだけど、こう見ると立体なんだよな。朝鮮戦争の後にソウルでは帰る家を失った人々が急増したんですけど、そこに対して政府の住宅供給が全く追いつかなくて、そういった人たちはみんな丘陵地だったり空き地に不法建築を行って住むようになりました。その後1960年代から70年代の観光の奇跡っていう急速な経済成長で、地方からソウルに出稼ぎに来る人が増えたんですけど、公営住宅だったりインフラ整備っていうのは本当に不足していて、都市の周りにスラム的な集落がどんどん拡大していきました。で、その不法建築は夜になると月の光が直接届くぐらい高くて、街灯も少ない山腹に位置していたので、やがて月の村と呼ばれるようになりました。でも1988年のソウル五輪の時に都市の美化がどんどん進んで、月の村は地部として取り壊し立ち退き対象になって、このイファドン壁画村と呼ばれる場所も再開発予定地にされました。でその後2006年頃からは町おこしとして壁画プロジェクトが始まって、観光客が訪れる街にどんどん変わっていったという歴史になります。でもここで気になるのが、じゃあそのソウル五輪の時に無理やり立ち退きを要求された人たちは一体どこに消えたのかっていう話ですよね。もちろんその人たちが消えるわけではないんで、どこかにその歪みが生じるわけですよ。結論から言うと、その再開発で追い出された人たちはまた新たな場所を求めて地方に行って新しいスラムを再生産したそうです。都市開発のよくある副作用です。そういった再開発後のアパートに住めない人たちは半地下だったり屋上部屋にどんどん流れていきました。これは今でも韓国社会の都市貧困の象徴として残っていて、映画パラサイト半地下の家族でも国際的に注目された例になります。今はこういうポップな壁画ですごく明るい村に見えるんですけど、実はその過去にはすごく悲しい歴史もあるっていうことです。ここは今も人が住んでいるので、その生活の匂いというか雰囲気をすごく感じます。僕も住民の方の迷惑にならないように最大限の配慮をして撮影してます。屋根で釣りをしている人。この村は山腹に位置しているんですけど、ここ見渡してもそういった住宅街が多いです。一旦一番上まで登ってみようか。うわコンクリートジャングル。
確かにこのアートがこの村を救った側面って多分にあると思うんですけど、その反面で過去にあった貧困とか立ち退きの記憶が上書きされている感は正直否めないですね。翼の前で写真の撮影会を開いている人たちを見て、そう思わざるを得なかったというか、それはそれで正しい使い方だとは思うんですけど、そういう風に思いましたね。実際過去にはここがあまりにも観光地化しすぎたせいで迷惑をかける観光客が出てきて、一部の壁画が上塗りされるみたいなこともあったそうです。ネットで写真だけ見てた時はポップアートがいっぱいあるんだなぐらいで思ってたんですけど、実際歩いてみると本当その生活の音とか雰囲気がにじみ出てて、そういうところはやっぱりここに来ないと伝わらないなっていうふうに思います。